はい、こんにちは。梶谷でございます。今日は包丁研ぎの動画となります。最後まで見ていってください。と思います。いつも私デパからに言うので、いかがでしたでしょうか。それではですね、包丁を研いでいくんですが、そもそもですね、包丁、ご家庭にあるこういう包丁と、これもそうですね、出刃包丁とかですね、柳の包丁、こちら薄刃もあるんですけども、若干研ぎ方が違います。こちらの普通のですね、お家で使うような包丁をご案内していこうかなというふうに思います。あと砥石になりますね。砥石、通常ですね、こういうバットでも何でもいいんですけども、水に浸るところに置いてます。ここから出してですね、今日はですね、こっちに用意しました。こっちが粗い方ですね。こっちが、中等というかですね、何千番千番台ですね、千番台の、で研いでいきます。はい、いつものように研いでいきたいと思います。いつも私デパからに言うので、デパから言ってます。軽く濡らしてですね、下に滑るといけないので、ここにですね、濡れた雑巾、もうこれはもう雑巾にして砥石用にしてます。ここ滑らないのが一番なので、ここに置いてます。でこの角度、これですね、この厚さに合わせて、ここに押さえていきます。ここからですね、このような形で研いでいく形になります。で先っちょの方がですね、当然ね、こうやって研げないので、イメージとしてはこっちの穂先を合わしたところからだんだん研いでいくような形になります。こうですね。はい、いいと思いますね。レバーはですね、先は、きっちり研いでですね、出刃包丁はですね、先はですね、割と切れるようにしておきますが、手前のですね、こっちの方ですね、こっちの根元の方、こちらですね、こちらね、ぶったたく専門なのでね、このような形でこう叩くことが多いので、あんまり尖らせないようにはしてます。刃が欠けてしまうので、先は尖らせないように取ります。このようにしてますね。でこっちをですね、こっちの方を9割研いだら、この裏ですね、裏ビタッと作れて1割ぐらいですね、9182ぐらいな形で、いつも研いでますね。で包丁はこうちょこちょこ濡らすんですけど、こっちはあんまりやらないですかね。はい、柳も同様です。柳も同様ですね。こっちが1割。
さっと流して終わりになりますね。あと家庭用の包丁ですね。これがあれなんですよね。皆さんこうベタっとつけるわけにもいかないので、これをですね気持ち上げる感じですかね。ここで角度を決めてですね、このぐらいの角度、もう人によって誤差があるので、これでもこうやってしまうとね全然研げないので、この角度でも薄ければ薄いほど角度をつけないと長持ちはしますけど、なかなか刃つけるのが大変なので、その辺はですね、自分のこの角度と決めたら同じ角度でやるようにしてください。人によって様々なんですが、同じだけねこうやってこっちがもしくは逆に持ってね研ぐ人もいますけども、私はね同じくですねこっちで8割9割やったらなんていうんですかね、バリを取ってやる程度、このぐらいにしてますね。こちらのでかい牛刀も同じになります。こっちの方がねまだ角度が若干ねこう見えるんであれなんですけど、ただしね買ったばっかりの包丁の場合はまずこっちでやらなきゃいけないんですよね。こっちの粗い方ですね。粗い方で、まず刃をつけていただいて、でそこからですね平らにしていって、で仕上げはもっとね何千番台ってあるんですけども、でやっていくという形が望ましいです。私はこの中東までしかやらないんですけども、もっと切れ味を鋭くっていう形は、細かいのでやる。ただですね買ってきてこれがないともうどうしようもないので、いきなりこれでやると刃をつけるのが大変なので、これでほんと数分やった後こっちで磨くというような形がいいと思います。で私よくね使ってるとどんどんこのような形で反ってきちゃうんですよね。わかりますかね。中くぼんだりとかね反ってきちゃうんで、こういうのをなくすためにですね砥石同士をですね終わった後少し合わせてですね平らにしてます。これやらないともうどんどん真ん中がこの辺だけで下に行っちゃうな、こうくぼん穴入れちゃうんですよ。なんで最後一日の終わりにですね必ずこのような形で私は平らにするよう作業をしてます。はい、これが終わりましたら、これを持って先ほどのですね、バケツと言いますが水に浸します。でこの後ですねこのままですとすぐ錆びてしまったりとかしてしまいますので、あと砥石のね粉がついたままになっちゃうので、
これをですねきれいにしていきますね。クレンザーで磨いていきます。スポンジもねなるべく粗いのとかがいいですね。二重スポンジとかになってた黄色とこの色とかでありますよね。こういうやつはこっちの粗い方で。和包丁は特にですね毎日これやらないと錆びちゃうんで、柄の方をねきれいにしてあげて、一本ずつですねこのようにやるんですね。はい、このような形できれいに作ります。で、この後ですね、中性洗剤中性洗剤で包丁をきれいにしていきます。このついた細かい、研磨したカスというですねを完全にきれいに取っていくことをします。水でねさらっと流しましたけど、これだと取りきれないので、中性洗剤のねスポンジで、きれいですね。この時ねこっちの木でこうやってやらないでくださいね。歯で切っちゃうんです。必ずね歯を外そしてやるようにしてください。いつもね私がやってる作業こういう感じですね。泡をねきれいに取ってあげて、このままですと錆びてしまいます。でこんなふうに一本一本ですねきれいに水分取ってあげてしまうような形になりますね。はい、このような形ですね。きれい。そうすると錆びずにですね、明日を迎えられるという形になります。ただですね、これを長期保存する場合は、これにですね日本刀と一緒で椿油塗ったりとか、数ヶ月ぐらいだったら片栗粉をですねまぶしてあげて、雑誌の間に入れるとか新聞紙で巻くとか、油分のあるものですねに挟むと、錆び防止になります。いかがでしたでしょうか。いつもですね仕事の終わりもしくは仕事の始め、仕事の終わりがほとんどですね磨いて、研いでという形をやっております。何かの参考になればと、撮らせていただきました。では今日もありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを、押してください。お願いします。では。